こんにちは、こっとりです。ご視聴ありがとうございます。今回は2025年春公開の映画花まんまを見て、劇中の重田家に関わってくる滋賀県のロケ地を巡ってきましたという内容です。大阪と彦根という身近な場所が舞台になった映画ということで、地元民の視点で少し語りつつご紹介していきたいと思います。この映画については原作も読んでませんでしたし、 CM を見た程度でなんかハートフルなお話なんだろうなってのは思っていました。あと映画レビューを少し読んで、いわゆるお涙ちょうだい系の人情劇が苦手な人でも泣いてしまったっていうのが書かれていて、そこにちょっと惹かれましたね。公式サイトのネタバレしない程度のあらすじはこんな感じでした。で、実際に見てみたらもうね、泣いて笑ってまた泣いて、号泣ってほどじゃないんです。でも時々ツツツって涙がこぼれて、コミカルな部分で平常心に戻って、またツツツって涙が出てきて、気づいたら鼻水ズルズルになってて、そんな顔を隠しながら映画館を出るみたいな。2回見たので2回目は大丈夫だと思ってたんですけど、恥ずかしながら同じ結果でした。主演の鈴木亮平さんと有村架純さん、どちらもその実力を誰もが認める人気の俳優さん。ただ2人とも関西出身の割にそのイメージがなくて、今回はレアな関西弁の芝居が見れるのかというのも楽しみにしてたんですが、実際に見てみたらもう期待以上。2人ともただ関西弁が話せる役者ってだけじゃなくて、ある種ファンタジーなこの物語を全く嘘くさくなく自然体で演じきってて、ネイティブすぎるくらいにその世界にいてくれるんです。私が特に好きだったのは、細かいとこですけど、有村架純さんのなあ一回聞いてってセリフとくるくるっていうところ、あれ関西人やなって思いました。一回聞いてって、ちょっと落ち着いてまず私の話を聞いてよっていう意味をすごく端的に言ってるんですよね。来るわ、来る来るも、私はきっと来ると思うよっていうのを関西ならではの相槌的テンションで出してて、元から台本にあったのか自然に出たのかはわからないけど、ああいうリアルな関西弁ってほんま心にスッと入ってきます。映画の主な舞台は大阪府東大阪市。昔から小さな町工場が多いものづくりの町として有名なところです。私も若い頃に営業で東大阪を担当したことがあったのですが、都会でちょっとせせこましくて、生駒山が近いので坂も多くて、生活感がぎゅっと詰まった、そんな印象の町でした。大阪らしいテンポの良さと気取らない人情味に救われることも多かったです。そしてもう一つの舞台がこちら滋賀県の彦根市。滋賀から見れば京阪神は通勤圏内というイメージですが、大阪の人にとっては京都の向こうのさらに琵琶湖の向こうって感じで、もはや北陸の地みたいな感覚かもしれません。実際大阪で働いている時は随分遠く感じました。まずニーヤンが軽バンで重田家に向かう途中に立ち寄ったのがこの彦根港。名神を走れば琵琶湖はほぼ見えませんが、滋賀といえばまず琵琶湖、映画的に出さないわけにはいかないですよね。この辺りでしょうか。車を止めてニーヤンと太郎さんがしばし景色を眺める、そんなシーンが撮られました。琵琶湖は彦根の辺りまで来ると対岸がほとんど見えないほど広大になります。まるで海のようですね。小さく見えているのは竹島です。次にちらりと映るのが彦根城。彦根といえばやはりこのお城です。小ぶりながらも美しいシルエットの天守は
全国でも数少ない国宝の現存天守の一つ。そしてこの城に住むとされる有名なキャラクターがこちら。お越しのお客様もこんにちは。ご覧の際ですが、芝生をかけていただきますようよろしくお願いいたします。こんにちは、どうぞ駅の上にお入りいただきます。花まんまの世界に戻りまして、今度は鉄道の旅をしてみましょう。今から20数年前、まだ子供だった兄弟2人は列車に乗って彦根に向かいました。 JR 大阪駅からは新快速で彦根まで1時間20分ほど。当時の新快速はこれよりもっと古い車両でしたが、停車駅がその後増えてもいるので、だいたい同じくらいの時間で行けたと思います。遠いけど遠すぎない、子供が頑張って旅をするギリギリの距離感ですね。京都を越えて琵琶湖の東側、東海道線を走ります。JR 彦根駅に到着です。このホームでもロケが行われました。彦根のホームに佇む兄と妹、こっちのホームから撮ったのかな。でも看板が違いますね。吊られている場所も少し違うみたい。昭和レトロっぽい看板に変更されていたんですね。彦根駅の改札を抜けると、もうそこも先ほどのキャラクターが満載。マンホールの蓋までこの街に欠かせない存在なんですね。ところで原作では重武の最寄り駅はこの JR 彦根駅になっているのですが、映画では少し違う演出がされています。それがこちら、 JR からあちらの近江鉄道線に乗り換えるという展開です。近江鉄道は滋賀県の東部を走るローカル線です。この2両編成のちっこい電車で JR 東海道線や新幹線と並走したりするのですが、開業は明治31年というとても古い私鉄路線で、愛称はガチャコン電車。同じ彦根市内でも最寄り駅をこの近江鉄道沿線という設定にすることで、よりディープな彦根への旅を印象づけています。近江鉄道の車両は西武鉄道の古い車両を譲り受けて改造されているせいか、あまり統一感のないのが特徴。色もデザインもバラバラの電車が走っていて、日によって走る編成が異なるので、どのカラーが来るのかはちょっとした運試しです。その中でも映画に登場するのは、この赤電と言われるタイプとか、この黄色いのとか、それこそ私が子供の頃から走っていたトラディショナルカラーのものがあえて使われていました。電車の中でも撮影は行われていました。私も昔は通学に使ったりして乗り慣れていましたが、今回久しぶりに乗ってみると、この揺れには驚くばかりです。子供の頃と比べて JR や他の列車がどんどん静かになっていく中で、この昔ながらの揺れと音がより際立ちます。ガチャコン電車と言われるゆえにです。近江鉄道は赤字路線でよく廃線がささやかれますので、遊園地のアトラクション並みの乗り心地をぜひ味わいに来てください。さて、いよいよ重武の最寄り駅にやってきました。ここも彦根市内ですが、近江鉄道の本線と多賀線の交わる分岐点、高宮駅です。この辺りは彦根の中心からは少し外れて、昔ながらの住宅と田園が入り混じる静かな地域です。江戸時代には中山道高宮宿としても栄えていて、その面影は今も町のあちこちに残されています。映画の中では彦根花室駅という架空の駅なのですが、子供時代の
俊樹と文子、それを追いかけてきた重田家の3人とのやり取り。原作では物語のクライマックスともいえるシーンがこのホームで撮影されました。珍しい三角形のホームがなんともノスタルジックな雰囲気を醸し出しています。そしてこのレトロな木造の待合所、この引き戸も古すぎてうまく閉まらないのがまたいいんです。中に花まんまのポスター貼ってありますね。ここで兄弟が電車を待っていると木村緑子さんに見つかってしまうっていう展開。ここでも子供たちやキャストの皆さんの演技最高なんですが、中でも佐藤よしさんがもう本当にすごくて思わず辛い泣きしてしまうんですよね。映画見た後で原作読んだら思い出してまた泣いてしまいました。この辺りが3人で兄弟を見送った場所かな。では私も出発。本当言うとこのホームから出る列車は彦根駅とは逆方向に向かうんですけど、ここはあくまで架空の駅ですからね。しかもここ高宮の駅舎の外観は映画の中の彦根花室駅とも違うんです。映画の中の彦根は実際の彦根市はもちろん滋賀の他の場所も含めて映像化されていたんです。では次は彦根花室駅のもう一つのロケ地へ行ってみましょう。ここは近江鉄道の日野駅、滋賀県の南東部蒲生郡日野町にあります。ちなみに今度乗ってきた車両はタヌキのラッピング電車でした。先ほどの高宮駅からは電車で40分余り南へ下ったところです。日野町は県内でも琵琶湖から少し離れた内陸にある静かな田園の町です。この町にあるブルーメの丘という公園では、俊樹の夢に出てくるバスのシーンが夜中に撮影されたそうです。改札を抜けると確かに映画のポスターが。駅の外に出てふと見渡すとなんとなく既視感のある風景。そして振り向くと、そうこの駅舎こそが映画の中に登場した彦根花室駅だったんです。もちろん現在は日野駅の看板が掲げられていますが、駅構内にはまだ彦根花室駅の表示が意外と自然に残っていました。実際には全く彦根ではないんですけどね。では今回のロケ地巡り、最後の場所へ向かいましょう。映画の中ではどこと明言されていませんが、物語の中で何度か重田家へ向かう途中に登場する風景。この道を幼い文子と俊樹が歩き、成長した文子もここを一人で歩いています。それがここ滋賀県米原市鮫貝の町です。JR 鮫貝駅の前にもやっぱり映画のポスターが貼ってありました。旧中山道沿いの宿場町で初夏に咲くバイカモなど名水の町として知られています。駅から旧街道の方へ歩きます。あ、猫がいました。
大阪から来ると彦根よりさらに北東、距離的にはさらに遠いロケ地になりますが、映画の中では彦根のどこかという設定で使われています。青い軽バンに乗ったとしきもこの景色の中を通っていきました。この橋ですね、きっとこれです。っていうか川の水がめちゃくちゃ綺麗です。伊佐目橋っていうのか。ここからが旧中山道なんですね。三差路になってまして、この小川をまたぐ小さな2つの石橋、この感じがいいですよね。一瞬のシーンではっきりわからないけど、この辺がとしきが軽バンの急ブレーキをかけたとこなんじゃないかな。それにしてもこの水きれいやな。いやー、このアングルも絵になるな。とこや。この先がずっとバイカモで有名な観光エリア。自分も来たことあります。バイカモは清流にだけ咲く珍しい水中花のことです。バイカモはまだ咲いてないんですね。季節はもう少し先かな。カラス鳴いてるわ、太郎さん。ああ、やっぱりこの水湧き水ってことですね。ここから湧いてるのが十王水っていうそうです。そしてこの綺麗な小川は地蔵川だそうです。この辺りには他にもいくつか湧き水があって、湧き水群って言われているそうです。さっきの石橋、伊佐目橋って書かれていましたが、伊佐目の清水っていうのも有名な湧き水らしいです。一旦通り過ぎてきましたけども、戻っていきますと、多分ね、こちらからのこのアングルが使われてるんだと思います。遠くにさっきの橋が見える感じ、こんな感じ。向こうの方に雰囲気のいいお家も見えていますし、ここじゃないかなと思います。こちらの石橋は染貝大橋か。ああ、コープさん来た。静かでどこか懐かしさのある染貝の街並み。映画の中で印象的だった風景の記憶がここにはちゃんと残っていました。いかにも観光地っていうより生活感があっていいですね。ということで、今回の動画は映画花まんまの余韻を風景と一緒にたどる旅でした。滋賀には手つかずの古い街並みが多く残っていて、昔から映画やドラマのロケ地によく使われてきました。この花まんまもそんな風景がよく似合う映画でした。決して派手な作品ではないけれど、兄と妹の兄弟愛を軸に関西らしいノリと静かな情景とのギャップ、その緩急がたまらなく心に残ります。ちゃんと笑えてちゃんとしみる、そのさじ加減を前田哲監督はよう分かってはるんやなと思いました。で、余談なんですけど、実は私にも4つ下の妹がいまして、昔妹の結婚式で学生時代の仲間と一緒に当時のドラマ妹よを題材にした寸劇をやったことがあるんです。今思えば完全に兄バカです。その話を会社の先輩にしたら、俺なんか妹の結婚式で司会やったぞって言われて、
あ、負けたって。でも花まんまの兄弟の姿を見てたら、そんな兄バカ自慢の変な記憶までふわっと蘇ってきました。まるで自分も披露宴に呼ばれて端っこの席からお祝いしているような、そんな気持ちにさせられる映画でした。皆さんはどうだったでしょうか。もしまだ見ておられない方はぜひ見てみてください。映画館でも今後のレンタルでも配信でも結構です。そしてよかったら感想をコメントしてくださいね。さて、今回のこっとりチャンネルいかがだったでしょうか。このチャンネルはちょこっと懐かしいをテーマに、時代を感じさせる古いものやゆかりのある場所を紹介しています。よかったら高評価、チャンネル登録していただけるとめちゃめちゃ励みになります。では最後までご視聴ありがとうございました。